ウォルト・ディズニー・ワールドってどんなとこ？行く前に準備するべきことは？こんな質問にお答えすべく、今日はウォルト・ディズニー・ワールドに行く前に知っておくべきことすべてをまとめた完全攻略ガイドをお届けします。それでは行きましょう。はい、皆さん、さやかです。このガイドにはウォルト・ディズニー・ワールドに関する基本情報のほか、ウォルト・ディズニー・ワールドに行く際に役に立つ情報がぎっしりと詰まっています。初めてウォルト・ディズニー・ワールドに行く方や久しぶりに行く方は特に必見ですので、ぜひしっかりと最後までご覧ください。さらに途中でウォルト・ディズニー・ワールドに関する面白い豆知識や Tips もいくつかシェアしていくので、ウォルト・ディズニー・ワールドに関する大体の知識がある方にも楽しんでいただけると思います。それでは早速基本情報から始めていきましょう。ウォルト・ディズニー・ワールドはフロリダ州オーランドにあるディズニーテーマパークで、ウォルト・ディズニー・カンパニーが作った2つ目のテーマパークです。世界最大級のテーマパークと言われているのにも納得の大きさを誇り、なんと4つのテーマパーク、2つのウォーターパーク、ショッピングディストリクト、25個以上ものリゾートホテル、ゴルフコース、そしてキャンプグラウンドなどを含みます。ちなみにディズニーワールド全土はなんとマンハッタン島2つ分とも言われています。このようにディズニーワールドにはいろんなものがありますが、やはりディズニーワールドといえば4つのテーマパーク、マジックキングダム、エプコット、ハリウッドスタジオ、そしてアニマルキングダムです。ということで今から簡単にこれらの4つのテーマパークを紹介していきます。まずはマジックキングダムです。マジックキングダムはディズニーワールドの中で一番最初に作られたパークで1971年にオープンしました。ここマジックキングダムがディズニーワールドのいわゆるキャッスルパークで、シンデレラ城のほかメインストリート USA、ファンタジーランド、トゥモローランド、アドベンチャーランド、リバティスクエア、そしてフロンティアランドがあります。そしてこのパークではジャングルクルーズ、スペースマウンテン、ホーンテッドマンションなどの昔ながらの人気アトラクションを体験できるほか、最近ではトロンライトサイクルランがマジックキングダムにデビューし、2024年にはスプラッシュマウンテンから改装されたティアナズバイオアドベンチャーがオープン予定です。マジックキングダムは4つの全てのディズニーワールドテーマパークの中で一番アトラクション数が多いパークになっています。そして後に作られた東京ディズニーランドは実はここマジックキングダムをモデルにしているので、東京ディズニーランドにあるアトラクションやランドはマジックキングダムに似ているものが多いです。そしてマジックキングダムの次に完成したのがエプコットで1982年にオープンしました。ちなみにエプコットはエクスペリメンタルプロトタイプコミュニティオブトゥモロー、実験的未来都市という意味になっています。ウォルト・ディズニーは亡くなる前、フロリダプロジェクトの一部としてエプコットの建設を計画していたんですが、当初のウォルトのエプコットのビジョンは人々が住んだり働いたり遊んだりする本物の都市のようなものだったんです。ウォルトが亡くなった後、結局彼の夢を現実にするのは難しく、エプコットはウォルトのビジョンとは少し違ったものになりましたが、彼の元々のビジョンからインスピレーションを受けて、エプコットは国際色豊かなパビリオンとイノベーションやテクノロジーの発展、そして自然や文化に視点を置いたエリアが組み合わさったパークになりました。ワールドセレブレーション、ワールドディスカバリー、そしてワールドネイチャーとは全くユニークな要素を持つワールドショーケースでは、ディズニーワールドの中でいろいろな国を旅したような気分になれます。マジックキングダムにはシンデレラ城がありますが、エプコットのパークアイコンは正面にあるスペースシップアースです。そしてここでは昔ながらのアトラクションからガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・コスミック・リワインド、フローズン・エバー・アフター、レミーのラタテューイアドベンチャーなどの比較的新しくとても人気のあるアトラクションまで楽しむことができます。アトラクションも魅力の一つですが、ワールドショーケースでいろいろな国を巡りながらいろんな食べ物や飲み物を味わうのもエプコットの楽しみ方の一つになっています。それでは次にハリウッドスタジオです。ハリウッドスタジオは1989年にオープンしたディズニーワールドの3つ目のテーマパークで、オープン当初はハリウッドスタジオではなくディズニー MGM スタジオと呼ばれていました。そしてここはハリウッドの黄金時代からインスピレーションを受けた映画、テレビ、音楽、そしてシアターの世界です。MGM スタジオからハリウッドスタジオに名前が変更されてから、トイストーリーランドとギャラクシーズエッジがパークに加わり、昔ながらのハリウッドの雰囲気と新しいアトラクションやエンターテインメントが見事に合わさったパークになりました。そしてこのパークのアイコンは人気アトラクション
タワーオブテラーが入ったハリウッドタワーホテルで、ミッキー&ミニーラナウェイレールウェイが入ったチャイニーズシアターがこのパークのセンターピースになっています。ハリウッドスタジオはその他にもスター・ウォーズ・ライズ・オブ・ザ・レジスタンス、ミレニアム・ファルコン・スマグラーズ・ラン、ロックンローラーコースター、スリンキー・ドッグ・ナッシュなどのたくさんの人気アトラクションを特集しています。それでは最後に4つ目のパーク、アニマルキングダムです。アニマルキングダムは1998年にオープンし、ディズニーワールドで一番新しいパークになっています。そしてアニマルキングダムの何がユニークかというと、なんとここには本物の動物がたくさんいるんです。そしてここは動物園とテーマパークが見事に合わさったような場所になっています。キリマンジャロサファリではテーマパークの中で本格的なサファリツアーを体験することができ、エクスペディションエベレストではエベレストを登る列車を催したローラーコースターでのスリリングな旅を体験できます。アニマルキングダムのアイコンはツリーオブライフで、よく見ると木の幹になんと337人もの動物が彫刻されているのが見えます。2017年にはパンドラ・ザ・ワールド・オブ・アバターがオープンし、ナビリバー・ジャーニーのほか、ディズニーワールド全土で一番人気のアトラクションの一つであるアバター・フライド・オブ・パッセージも追加されました。そして2023年のデスティネーション D23 で発表されましたが、ダイナソーというアトラクションがあるダイノランド USA は今後他のディズニー映画がテーマのランドに改装されることが計画されているそうです。それでは4つのテーマパークについて簡単に紹介したところで、ウォーターパークに入ります。ディズニーワールドにはウォーターパークが2つあり、これはタイフーンラグーンとブリザードビーチです。タイフーンラグーンはトロピカルオアシスがテーマのウォーターパークで、ウォータースライドやサーフプール、流れるプールなどを特集しています。タイフーンラグーンとは反対に、ブリザードビーチは雪が積もった冬仕様のウォーターパークで、ウォータースライドや浮き輪スライダー、波のプール、流れるプールなどを特集しています。そしてアトラクションの他にも、両方のウォーターパークで限定のフードを購入することもできます。ウォーターパークは2つあるんですけど、通常どちらか1つがオープンしていて、もう片方はメンテナンスで休業しています。さらに冬の期間中はウォーターパークが休業することもあるので、もし冬にディズニーワールド旅行を計画していて、ウォーターパークにも行く予定をしてるんだったら、スケジュールを事前にしっかりと確認しておくようにしてください。そしてディズニーワールドにはテーマパークやウォーターパークの他にも巨大なショッピングディストリクトもあるんです。そしてこのショッピングディストリクトはディズニースプリングスと呼ばれます。ディズニースプリングスには何百ものお店が入っていて、ショッピングやダイニング、そしてエンターテインメントを一日中楽しむことができます。テーマパークとは違い、ディズニースプリングスに行くのは無料です。なのでチケットなどの購入は全く不要で、誰もがいつでも行きたい時にディズニースプリングスに入ることができます。そしてここにはワールド・オブ・ディズニーという世界最大のディズニーストアも入っているので、もし旅行中に時間があればぜひ足を運んでみてもいいと思います。そしてもしディズニースプリングスに行く際は、ギディオンズ・ベイクハウスというクッキーショップにぜひぜひ寄ってみてください。それでは次にチケットについて簡単に説明していきます。ディズニーワールドのテーマパークに入るにはチケットが必要です。そしてパンダミック以降、テーマパークリザーベーションっていうシステムがディズニーワールドに導入されて、チケットを購入する上に、さらにどの日にどのパークに行くかっていうのを予約しないといけなかったんですね。ですが2024年の1月9日以降にスタンダードデートベースドチケットという種類のチケットを買えば、このテーマパークリザーベーションのする必要はなくなります。そしてこのスタンダードデートベースドチケットは多分ほとんどの皆さんが買うことになるチケットだと思います。デートベースドチケットでないアニュアルパスやミリタリーチケット、キャストメンバーチケットを持っている方は1月9日以降もテーマパークリザーベーションをしないといけません。繰り返しますが、ほとんどの皆さんはデートベースドチケットという種類のチケットを買うことになるので、チケットだけあれば大丈夫です。パークに入ることができます。そしてデートベースドチケットという名の通り、チケットの値段は皆さんがいつ行くかにより異なり、ディズニーワールドのチケットには3種類あります。ワンパークパーデイは1日につきどれか1つのパークに入場することができます。そしてパークホッパーオプションを選ぶと1日に複数のパークに入ることができ、もし行きたいなら4つの全部のパークに入ることも可能です。そしてパークホッパープラスオプションは4つのテーマパークに加えてウォーターパークやゴルフコースにも行くことができるオプションです。テーマパークチケットは一度に1日分から10日分まで購入することができます。
1日分だけの購入の場合、選んだその日のみチケットを利用することができ、パークホッパーをつけない場合は、購入の際に日付に加えて行くパークも選ばないといけません。複数の日数分購入する場合、決められた枠の中ならいつチケットを使っても大丈夫です。例えば3日分のチケットを購入するなら、その3日分のチケットを3日間連続で使わないといけないというわけではないんです。スタートする日付を選ぶと、そこからいつまでにこの3日分のチケットを使ってくださいと言われるので、その間ならいつその3日分のチケットを使っても大丈夫です。そして少しパークホッパーオプションについてですが、パークホッパーは事前につけないといけないわけではありません。もし当日やっぱりパークホッパーオプションを追加したいっていうんだったら、その当日パークホッパーを追加することもできます。しかし、もし皆さんが複数の日数分のチケットがあってパークホッパーをつけたいなら、そのパークホッパーは全部の日にち分に追加されることになります。どれか1日分だけつけるっていうことはできません。なので、例えば5日分のチケットがあってパークホッパーをつけるんだったら、この5日分の全部の日にちにパークホッパーが追加されることになります。そしてこれらの通常のパークチケットとは別にスペシャルチケットが販売される時もあります。ウォルト・ディズニー・ワールドではミッキーズのソースキャリー・ハロウィン・パーティーやミッキーズ・ベリー・メリー・クリスマス・パーティーといったアフターアワーイベントが開催される時もあり、これらのアフターアワーイベントに参加したい場合は通常のパークチケットではなく別のスペシャルイベントチケットを購入しないといけません。ちなみにこういったアフターアワーパーティーが行われる際は、開催場所のパークは通常の閉園時間より早く閉園するんです。なので、特にハロウィーンやホリデーの時期にディズニーワールドに行く際は、それぞれのパークの営業時間を確認しておくことをお勧めします。それでは次にメモリーメーカーについてです。パークホッパーについては先ほど触れましたが、パークホッパーの他にもメモリーメーカーというアドオンがあります。そしてメモリーメーカーは何かというと、ディズニーワールドでフォトパスフォトグラファーに撮影してもらった写真をダウンロードできるサービスです。ディズニーワールドのあちこちにいるフォトパスキャストメンバーに写真を撮影してもらえるので、家族全員が写真に入ることができます。フォトパスキャストメンバーに写真を撮影してもらうのは誰でもできますが、この撮ってもらった写真をダウンロードするにはメモリーメーカーを購入しないといけません。メモリーメーカーは旅行当日や旅行後も購入できますが、事前に買っておいた方が少し安くなるので、買うことを決めているなら事前に購入しておいた方が節約になります。事前に購入するタイプのメモリーメーカーは185ドルで上限30日までで旅行中全部の写真をダウンロードすることができます。そしてこの同じパッケージを旅行中や旅行後に購入した場合210ドルです。またメモリーメーカーワンデーというパッケージもあり、これは旅行中どれかの1日に撮られた写真をダウンロードできるタイプです。そしてディズニーワールドに行く前に絶対にダウンロードしておくべきアプリがあって、これはマイディズニーエクスペリエンスアプリと言います。このアプリではアトラクションの待ち時間を見たり、キャラクターグリーティングのスケジュールを見たり、レストランを探したり、モバイルオーダーを通したり、パークマップを見たり、ライトニングレーンを予約したり、バーチャルqueueに入ったり、フォトパスをダウンロードしたりというディズニーワールドで必要なありとあらゆることができるアプリになっています。あとですね、腕につけるこういうリストバンドを見たこともある方も多いと思いますが、これはマジックバンドって言って、マイディズニーエクスペリエンスアプリと一緒に合わせて使うことができます。このマジックバンドはホテルのドアをアンロックしたり、パークに入園したり、ライトニングレーンやバーチャルqueueのアクセスの時に使うことができます。そしてディズニーワールドに行くときは、このマジックバンドは必須だと思ってる人もいるかもしれないんですけど、マジックバンドは必須ではないです。マイディズニーエクスペリエンスアプリの中にマジックモバイルと言われるものがあるんですけど、マジックバンドを買わない場合は、そのマジックモバイルをマジックバンドの代わりに使うことができます。マジックバンドとマジックモバイルは基本的に同じことができるので、お土産としてマジックバンドを買うのもいいと思いますが、その分お金を節約したい方はマジックモバイルだけで全然大丈夫です。そして入園の時にマジックバンドを持っている方はそのマジックバンドをタップすることになりますが、マジックバンドを買わない場合はそのマジックバンドの代わりに皆さんのスマホをタップすることになります。そして昔ディズニーワールドに来たことがある人はファストパスというシステムがあったのを覚えていると思いますが、残念ながらこのファストパスはもうリタイアしてしまって、代わりにディズニージーニーというサービスが誕生しました。
ディズニージーニーはマイディズニーエクスペリエンスアプリに新しく追加された機能で、このディズニージーニーには3種類あります。まず最初に無料版のディズニージーニーです。無料版のディズニージーニーは1日を通してのアトラクションの混み具合の予測を見たり、カスタマイズされた予定を作ってもらったり、プランの提案をしてもらうことができる機能になっています。そして次に有料版のディズニージーニープラスで、これは昔のファストパスと同じような役割を果たします。ディズニージーニープラスを購入すると、ディズニーワールドの40個以上もの対象のアトラクションのスタンバイラインをスキップし、ライトニングレーンと呼ばれるエクスプレスラインにアクセスすることができます。しかし、すべてのアトラクションがこのディズニージーニープラスサービスに含まれているわけではなく、それぞれのパークで一番人気のアトラクションはさらに別払いになっています。そしてこれが3つ目のインディビジュアルライトニングレーンまたは ILL です。ディズニージーニープラスやインディビジュアルライトニングレーンは買わないといけないわけではなく、完全にオプショナルとなっています。私たちはこのチャンネルにディズニージーニーの使い方やルールについて徹底解説した動画をいくつかアップしているので、まだこのサービスに馴染みがない方はそちらのガイドをぜひチェックしてみてください。それでは次にホテルです。ウォルト・ディズニー・ワールドにはなんと25個以上ものリゾートホテルがあり、これらは値段により3つのカテゴリーに分類されます。そしてこれらは値段が低いものの順から高いものの順にバリュー、モデレート、そしてデラックスになります。モデレートリゾートやデラックスリゾートはやはりバリューリゾートよりもっとラグジュアリー感はあるんですが、ディズニー感はどちらかというと少なめです。なので、もし大きなディズニーアイコンがたくさんあるリゾートに泊まりたいんだったらバリューをおすすめします。そしてディズニーホテルに宿泊するとアーリーテーマパークエントリーといって、通常の開園時間より30分早くパークに入ることができ、一足先にアトラクションを楽しむことができます。アーリーテーマパークエントリーの間はパークにある全てのアトラクションが運行するわけではありませんが、結構たくさんのアトラクションがもうすでにオープンしているので、リゾートゲストならぜひこの特典を利用することをお勧めします。そしてデラックスリゾートに宿泊する場合、なんとアーリーテーマパークエントリーに加えてエクステンデッドイブニングアワーズという特典にアクセスすることができ、決められた日に決められたパークでパークが通常のゲストに向けて閉園した後も数時間残ってアトラクションを楽しむことができるんです。アーリーテーマパークエントリーと違い、エクステンデッドイブニングアワーズは4つのパークで毎日あるわけではないので、この特典を利用したいなら事前にエクステンデッドイブニングアワーズのスケジュールをしっかりと確認しておくようにしてください。この他にもリゾートゲストには無料のディズニートランスポーテーションを使ったり、ダイニングプランを追加したり、リゾートのレクリエーションに参加したりすることができる特典があります。少し前まではマジックバンドをリゾートゲスト価格で購入できるという特典もあったんですが、インターナショナルのゲストには今のところこの特典はもう提供されていないみたいです。残念ですね。こんな風にディズニーワールドのテーマパークやホテルではちょこちょこ変更があったりすることもあって、その度に私は YouTube の動画でお知らせしたりとか Twitter でお知らせしたりとかしているので、今後のディズニーニュースを見逃さないように、まだの方はマークサイロストインワールドにチャンネル登録と Twitter マジカリーサイにフォローをぜひよろしくお願いします。それではホテルの紹介に戻りますが、ディズニーワールドの公式ホテルの他にもグッドネイバーホテルというものがあって、これは基本的にはディズニーワールド提携ホテルです。グッドネイバーホテルのいいところは、もちろんディズニーホテルよりも低価格で宿泊できることと、あとそのグッドネイバーホテルの中のいくつかのリゾートにはアーリーテーマパークエントリーやエクステンデッドイブニングアワーズにアクセスできるものもあるんです。どのグッドネイバーホテルがこれらの特典にアクセスできるのかはウォルト・ディズニー・ワールドのウェブサイトで確認してください。それでは次にレストランです。ウォルト・ディズニー・ワールドには2つの種類のレストランがあり、これはテーブルサービスレストランとクイックサービスレストランです。テーブルサービスレストランは皆さんにサーバーがついて、サーバーの方が皆さんのオーダーを取ってくれたりとか料理を運んだりしてくれるレストランで、クイックサービスレストランは簡単に言うとセルフサービスのレストランなので、自分でオーダーしに行ったり席を見つけたり後片付けをしたりしないといけません。クイックサービスレストランは全く予約は不要ですが、テーブルサービスレストランで食事をしたい場合、アドバンスドダイニングリザーベーションといって予約をするのをおすすめです。もし当日にテーブルサービスレストランで食事をしたくなった場合、
マイディズニーエクスペリエンスアプリでレストランのウェイトリストに入ることもできますが、これは 100% 確実な方法ではありません。特に人気のレストランではそうです。なので絶対に行きたいレストランがある場合は事前に予約をしておいてください。そしてリゾートゲストでなくても誰でもレストランの予約は60日前から始めることができます。もしリゾートゲストなら60日前になったらその旅行日の全部の日数分のダイニングリザーベーションをすることができます。毎朝イースタンタイム朝6時に新しい予約の枠が出るので、シンデレラズロイヤルテーブルやビアワーゲストなどの人気レストランを狙うならなるべく早めにダイニングリザーベーションをするのをおすすめします。あとですね、クイックサービスレストランで食事をするときに役に立つのがモバイルオーダーと呼ばれる機能です。モバイルオーダーはマイディズニーエクスペリエンスアプリの中で使うことができ、モバイルオーダーを使うといつどこからでもオーダーを通すことができ、わざわざそのオーダーの列に並ばずに済むので時間の節約になります。そしてモバイルオーダーに加えてモバイルチェックアウトという機能もあり、これは食べ物をオーダーする代わりにショップでそのお会計の列に並ばずにもう自分でお会計を済ませることができる機能になっています。モバイルオーダーもモバイルチェックアウトも利用すると時間の節約につながるので、ぜひこれらの便利な機能を使うのをおすすめします。そして最後に交通機関です。ディズニーワールドにはバス、フェリーボート、ウォータータクシー、モノレール、スカイライナーなどのたくさんの交通機関が通っています。そしてディズニーワールドではリゾートとパーク間を移動したりとか、パークホッピングする際にパークからパークに行ったりとか、いろんな場所を移動することが必要になると思いますが、幸いなことにディズニーワールドでは全ての交通機関を無料で誰でも使うことができます。こういった交通機関はリゾートゲストなら無料で使えるって思ってる人もいるかもしれませんが、リゾートゲストでなくても誰でも無料です。唯一お金を払わないといけないディズニーワールドの交通機関がミニバンです。その他はもう全部全く無料です。リゾートとパーク間のトランスポーテーションは開園の45分前から始まり、閉園1時間後まで運行します。皆さんのリゾートから例えばマジックキングダムに行く場合、前日にフロントデスクに行って次の日マジックキングダム行きのバスは何時に出発し始めるのかを聞くと教えてもらえます。そして朝や閉園時間間際はたくさんの人がパークとリゾート間を移動するので結構頻繁にバスが来ます。なのでこれらの時間は長い間バスを待つ心配はいりません。そしてディズニースプリングスからもいくつかのリゾートにバスやウォータータクシーが通っています。あとですね、リゾートから別のリゾートに移動したい場合についてなんですけど、デラックスリゾートはモノレールでつながっているのでそのリゾート間を移動するのが簡単なんですけど、その他のリゾートはあんまり一つのリゾートから別のリゾートに行くバスは通ってないんですね。なのでその直接リゾートとリゾート間のバスが運行されていない場合はまずパークに行ってそこからその皆さんが行きたいリゾート行きのバスにもう一回乗り換えをすることが必要になります。ですが基本ディズニーワールド内を移動する場合、どこからどこへ行くにしてもディズニーワールドの交通機関を使って行くことが可能になっています。そしてこの交通機関に関しても別で詳しく解説しているビデオがあるので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。それでは今日はディズニーワールドに行く前に知っておくべき情報をぎっしりとまとめた完全攻略ガイドをお届けしていきました。もしこのビデオが役に立ったらいいねやシェアをよろしくお願いします。そしてまだの方はマークサイドストインワールドにチャンネル登録とこのチャンネルの通知をオンにして今後のディズニーコンテンツを見逃さないようにしてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical. Bye!